はい、皆さん、こんにちは。今日は今までありそうでなかったような、ちょっと面白いソフトを開発しましたので、皆さん一度見てみてください。この GPTs は写真分析へギリ達人と言います。いろんな写真や画像をですね、分析しようというような AI ツールです。今までは、どんな風にプロンプトを作ったらいいかなとかですね。単純に成果物としてのプロンプトを作るというだけだったんですけれども、右のところにですね、大谷翔平さんを模したようなフィギュアの絵があったとします。皆さんがこの絵をですね、完コピのようにしてしまったら、最初に作った人の権利の問題とかがあって、僕のとよく似てるじゃないか、というような話にもなってしまいますよね。でもこの絵を描くのには、どうしたらいいかと言ったらですね、大谷翔平がスーパーマンになって、うんぬんとかですね。上にタイトルがあって、それでいいかな描いてみたら、いや全然違ったなとか。そういうことないでしょうか。これはですね、自分が描きたいなというような参考画像をちゃんと分析できる。それが ABC3 ぐらいのパターンというか。初心者向けとか中級者向け、上級者向けみたいな形で分析ができる。これが今回の絵切り達人というソフトです。何せ一度やってみましょう。この画像分析と編集というのを押してスタートします。そうしましたら分析したい写真、またはイラストをアップロードしてくださいと出てきますので、ここにですね、保存してあります。これをアップロードします。はい、アップロードができましたら、先ほど言いましたように、ABC というようなメニューがあります。さっと再現したいという簡易プロンプト。これをやってみましょう。A にします。もうそうすると、全く難しいことなくですね。これを分析してくれます。3から5行ぐらいにまとめてくれるわけですね。そして編集のヒントということで、5つぐらいのパターンを言ってくれます。頭身を少し下げるとより問い感が出ますよとかですね。アドバイスが5つぐらいあるわけですね。そしてこういう風にプロンプトを出してくれました。イングリッシュのプロンプトと、そしてその上には解説ですね。3D トイフィギュア風のキャラクター3体と犬1匹。キャラクター3体というのがちょっとおかしいですね。中央にヒーローコスチュームの男の子左右に、女の子と犬丸みのあるデフォルメ体型とかいう風に。日本語でこれを分析してくれました。そしてそのままに近く書くんであれば、ここにイングリッシュというのがありまして、ネガティブプロンプトというのがあるのはなぜかというと、ネガティブプロンプトを指定できるような AI ツールがあるからなんですね。そんな時はここを入れましょう。基本的には上でいいわけです。だからこのままコピーをします。そしてナノバナナで書いてみましょう。フィックスフィルドの方で描きますけれども、この下のところにナノバナナプロこういう風になっていまして、サイズはですね9対16このようにして、フィックスフィルドはアンリミテッドということで、無料ででも描けます。ここでプロンプトを貼り付けましょう。そして描きます。どちらか言い方を取れるように、もう一回送っておきます。はい、こんな風にですね、犬と女の子の位置が変わりました。けれどもよく似た構図で1個目ができました。2個目はちょっと粗末な感じになったかもわかりませんが、こんな風にですね、この絵を描こうと思った時に、どうしたらいいかというのが教えてくれるわけです。もし自分が重いと少し違ったなとか思ったら、例えば後ろにカーテンをつけたい。そう思えばこの日本語プロンプトがありますので、これを編集してですね。そして英語に変えてもらって、もう一度貼り直したらいい。そんなようなことができるわけです。ここで次はどうしますかという風に出てきます。配色やキャラ配置を変えたいとかですね。この行動のまま別テーマにしたいとか、行動から作り直すという風にすることもできますが、どんな感じにしましょうかというようなアイデアを言ってくれます。ですから配色をもっと賑やかにしてもらいましょう。配色をもっと華やかにそして明るくこんな風に言います。そうしましたら、配色に対してどんな風にしますよ。
ベースはビビット×パステルの混在という風なことや、影色を暗くしないサイドを落とすだけとかですね。ここに書いてあるように、どんな風に修正したのかとかですね。具体的な配色ナビということで、中央のヒーローはこんな風にします。女の子はこういう風にします。犬キャラはこんな風にします。とかいう風に書いてくれるわけですから。ちょっと自分の思いと違ったらそれを言い直せるわけです。じゃあこれでこのコードをコピーしましょう。そしてもう一度書いてみましょう。修正や希望する画像を書くのが簡単だと思いませんか？今やっているのが A パターンということで、一番簡単な方法ということです。でもこれだけじゃ作るソフトとしては面白くないですよね。もっともっとですね、画像マニアという人も納得するような分析ができるようにというのが B パターンです。次を楽しみにしていてください。では出来上がるまで少し待ちましょう。今度はちょっと変わりすぎだと思いますが、パステル調のフィギュアができたわけです。女の子が周りに2人います。これはですね、もちろん、プロンプトを変えたりして直したりすることもできますが、可愛くパステル調に変わったわけです。では次の方法 B パターンというのをやりましょう。新しくチャットを始めます。画像は、今日は全部同じものでやっていきます。はい、また先ほどと同じようにアップロードします。そして B と指定します。そうしましたら、画像をでも詳しく分析します。まずは画像詳細分析ということで、5つの考え方に基づいた分析をしてくれます。被写体情報とかいう風に主役は3体のフィギュア風キャラクターとかですね。中央に男の子という風になっていますよね。こうやって分析をします。正面構図で左右対称寄りというようなこととか、光の加減とかもどんな風になっているかというのを分析してくれます。スタイルや画風はピクサーディズニー系の 3D という表現に近いとかですね。ここ推定という風になっていますけれども、編集ナビゲート1キャラクター差し替え。これを家族社員 VTuber 化とかですね。テーマをスポーツ大会発表会卒業式とかどういう風に変えますかという風なことを言ってきます。例えばよりリアルよりという風なのをやってみましょう。4. リアルな表彰式。ただしキャラクターのイメージは大きく変えないで。こんな風に言ってみます。再設計の考え方。重要ポイント型は残す質感と空気感を現実側へ寄せるとかいう風なこういうこともどんな風に設計をするか考えてくれています。かなり細かなところまで分析をしてどのように変えていけばいいかというのが出てきました。そしてここでですね、プロンプトをコピーしてみましょう。では再生せよという風になっていますので、これを貼り付けますよね。そして、元の画像、これもアップロードしましょう。はい、このサンプル画像を開きます。はい、これで送ってみます。どんなリアル寄りになるか、楽しみですね。こうしている間に C のパターンをやってみましょう。C とことん分析したいで進めますということです。B パターンと同じように細かなところまで画像を分析してくれていますよね。じゃあ B パターンと C パターンは何が違うか。はい、どうでしょうか。今度はですね、ジョンタイプのこういうプロンプトを整理して書いてくれました。これをもう一度コピーしてやってみましょう。先ほどのがもうできているはずです。はい、一番右にある元のファイルと見てください。ちゃんと影ができていますよね。リアルといっても写真のようになったのではないんです。けれども前に影がついて後ろが会場のステージのように照明が当たったりしていますよね。画像自身は参照していますので、キャラクターの一貫性は保てるわけです。こんな風にして作ればいいわけです。今度はこれを JSON で指定したらどうなるかやってみましょう。先ほどとかのプロンプトとは全く違う感じになっています。見た目は違いますが、構造自体はそんなに変わりません。描いてみましょう。次の準備をまたしてみましょう。
本物の写真のような仕上がりに変更という風に言って送ります。そしてコピー。はい、今左と右と見てください。プロンプトを入れたのにもかかわらず、うり二つのような映像になっていることがわかりますでしょうか。再度書き直したとは思えないほど、そっくりに書いてくれています。いわゆる元をしっかり分析し、そして元画像をあまり変えないようなプロンプトができたということになります。今度はもっともっとリアルに近づけたようにしたいわけです。では送信してみましょう。このソフトウェアは皆さんがこんな風に書くのはどうしたらいいんだろう。うまくいかないなというような試行錯誤を絶対に皆さんは頑張ってくれているはずなんですけれども。それをものすごく時短で近い画像を作ってみようとか、いいサンプルがあったら、それにどうやったら真似れるか。そんなことが簡単に分析できる。そしてちゃんとその説明というのが皆さん見ていただいた通り、すっごく詳しく出ていますよね。今後皆さんが AI 画像を生成したりするときの学習教材としても、最高なソフトウェアに仕上がったのではないかな、というふうに思います。画像生成を勉強したい人は、ぜひとも検討してみてください。そしてこれはです。ね、ちょっと変わった販売方法をしています。先生は、ノート記事の方で、月額380円という安いメンバーシップをやっていますが、そのメンバーシップに加入していただいたら今日見せました。このソフト、これはですね、無料でプレゼントしています。いやいやメンバーシップに入るのは嫌だよというような方がいましたら、その方にはですね、スタートアップキャンペーンということで、1月の中頃までですね。多分16か17日ぐらいまではですね。スタートアップキャンペーンということで、販売価格3500円のものを2200円という価格で提供しています。ぜひ使っていただいたら、画像生成 AI のノウハウがつくんではないでしょうか。皆さんの学習の一助になればと思って開発をしました。そしてメンバーさんには無料という横断振る舞いもしてみました。そうこう話しているうちに、左が実物の人間のようになりましたよね。ちょっと大きく見てみましょう。はい、こんな形でリアルな人間に様変わりしました。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまたね。